れは昆布を切って乾燥させて会計会計は何が入ってるんですか？内緒。あ、それは企業秘密というか。そうですね、ベースですね。ベースになるんです。割と何にでも使っちゃうけど、既製品とか別に否定全然しないんだけど、スプレーソーダだったら自分で作りたくなっちゃうんだから、うまみ調味料もできそうだなと思って。店内こう、なんていうんでしょう、雰囲気のある。アンティークが好きだからあえて古い方がちょっといいかなと思って残してるんですけど、あんまり町中華で改装しすぎちゃうと味なくなっちゃうし、清潔感さえあればいいかなと。だからそれじゃめっちゃしてるんですけど、古いからやっぱりなんか汚ねえっていう感じじゃないけど言われるとちょっとがっかりするけどねやれた感がいい50年経ってるからしょうがないよね。これまためっちゃ古さの残るかっこいいでしょ。これなんていうバイクなんですか？ホンダのソロってやつなんですけど、前友人が乗ってたんだけどそのままもらって僕はずっと壊れてたからうまく走るように維持してるんですけど。まだ走るんですか？調子良ければだからいつもエンジンかけてないとすぐ止まっちゃうんですよ。の途中まで作ったスープでこれで完成です。天津飯になる前の段階。昼のランチの仕込みがほぼ完了だなって感じで、ほとんど赤い天津飯しか出ないから。これがオリジナルで配合してるスパイス的なやつです。唐辛子の種類もブレンドしてるのでめちゃ辛くはないです。だいたい昼のランチは9割ぐらいがこれで。何で思いついたんですか？パートのゆきちゃんっていうお姉さんがいて、毎日まかない食べてると飽きてくるじゃないですか。でも辛いのが好きだったからいろんな料理のまかないを辛くしてたんですけど、その中でお気に入りだったやつを遊び半分で店でちょっと提供しだしたらだんだん売れてきて、本当天津飯の方が人気あったんですけど逆転現象になって売れるなら乗っかろうかなと思って正規メニューからもう30年ぐらい経つかな。よいしょ。お客さんが来てくれるといいんだけどね。
に置いとくね。これがカニと肉とネギ。お願いします。大丈夫よ。はい、お願いします。はい、斜めね。はい、赤点のセットです。すいません。はい。はい。今日はこんなことしかダメみたいな。で、それを伝えられなかったもん。そもそもこれでもね、ああ、うちじゃないよ。じゃあ、一つそのあなたが好きな。本当だからロジなの。買うとは。あと中華飯のセットと餃子です。僕はあんまり出ないから用意してないんです。はーい。はーい。はい、お願いします。はい、頑張ります。はい。セットのラーメンです。セット2つです。すいません、何名様ですか、どうぞ。合計3つです。はい。これやるね。はい、赤点です。
セットはいお願いします。またやったまたやったの半分だけ来ちゃう。はい。赤天の大盛りのセットです。赤天2つです。出るの早いでしょ。そうですね。なんなら1分ぐらいで出るから。はい、大盛りです。すいません、何名様ですか。どうぞ。はい、じゃあ。はい、餃子です。あ、足ります、足ります。おはようございます。ありがとうございます。2つです。おはようございます。ちょっと待ってね。ちょっと待って。はい。タレのよう。ありがとう。はい。ラグビーの方が上だったんですけど、今日は取る800円のお会計です。ありがとうございます。します。台湾チャーハン肉の台湾チャーハンが3つで
1個だけ肉プラス肉プラス。はい。チャーハンはスープです。おはようございます。私かと思いました。はい、肉のせです。だって言われたの全部。餃子です。3種類しか作ってないね俺。何でもやりますよって時だとやっぱりすごい1時間待ちとかできちゃったから反省して来られたけどだいぶ絞って。お待ちの目様ですか。どうぞ。うちの父親がやってた店に僕は20半ばぐらいで修行から帰ってきてで空いてたからここでそのまま店名も一緒でやったって感じ。もともとは四川料理店にいたから、はい、全然親とは違う味付けで今は地域の人に合わせるような優しい感じの味でやってるけど。
セットとサンダーです。はい。あ、すごい。あ、美味しそうだね。よかった。辛い。辛いですね。はい。はいは15種類ぐらい使ってスパイス。はい。これが朝作っとったやつ。チャーハンとか赤い天津飯の中に入る肉です。ありがとうございます。これが餃子のだしの仕込み。そうですね。和風だしまず作って一番ってくる感じで。あとはだしパック。もうこのままうどんいけるよ。うまそうな色。月曜日が憂鬱とかいう人と多分真逆ですね。もうやる気に。全然休みの途中ぐらいからそろそろ店行っていいかなっていう気も休みの夜も仕込みに来るから、僕は割とここで楽しく仕込みしてた方が好きです。店主です。お願いします。で作ってるんです。天津飯と餃子、青菜炒めと。
お待たせいたしはい。奥いいですか？はい、じゃあわかります。はい。おー、はい。ありがとうございます。お、これだ。意外と初めてでしたそうなんですよ。いやー、でもこれはいいですね。いただきます。うん、やっぱ肉乗ってるといいですね。月に2回ぐらい行ってるかな。もっと行ってる。結構でも遠いんですけど、仕事終わりとかにも来たりして、ニンニクチップもカリカリで美味しいです。
近所のだるま食堂さんっていうはい美味しい店があるんですけど、はいそこで頼んで作ってるちょっとザラザラした食感で、他にもいろいろこだわって作ってもらってるんですけど、その料理に合わせて変えてる。食べないこれ。使ってないですよ。どうしたの？あ、もう麺入れていいよ。この上にカニ玉のっけるのがうちのコラボ。注文通ってから作るって感じですか？そうそう。味しすぎちゃうとさ、ポテって調味料の味しかしないじゃん。だから表面に濃い味をパッとつけといた方が肉の味が美味しいから。好みの問題で。本当は3個だけどカップルだから4つにしたの。副構成見てちょっと分けやすい感じで。はい、お願いします。新鮮豆板醤って言って、普通の豆板醤って1年ぐらいの熟成期間で赤いんだけど、3年ぐらい天日干しで熟成させたやつ。普通むきエビ使うじゃないですか。はいはい。であんまり美味しくないから。はい自分で剥いて剥いたやつ。それ以上にプリプリはしてない。それが本当のエビの味だから。これで一応今日の営業は終了。終了ですね。ここからが長いけど、今日はまだちょっと暇だったから仕込みが少ないです。
感が変化も出したいから手作業で粗いやつ作ると。おやすみ。あの子めっちゃいい子なんだわ。本当に生真面目で丁寧で。よいしょ。腕肉いいんだけど筋がもともと筋が多いところなんだよね。でも煮込むとめっちゃ美味しいですね。天津飯に結構肉入ってたんですけど気がつきました？天津、はい、結構入ってましたね。うん。あれがコク出すために入れてるんだけど、なんかカニのイメージだもんね、天津飯。カニだとちょっと弱いからピリ辛の味にちょっと耐えれないなと思って。で見て、うちのオリジナルもある。なんかこれもかなり昔の雰囲気がありますよね。これが早く色をあせてくるの待ってるんだけどまだちょっと赤みがそうそうしっかりしてる。ちょっと綺麗だから、自分の店にこういうガチャガチャ置くのが夢だったから夢叶ったっす中にうちだけの色が入ってて、今発売中のくるくる丸っていう商品のコラボカラーでうちのオリジナルで今渋谷のパルコで売ってます。思ってるんだけど、まあ7番さんですね。めちゃめちゃしびれる、辛くて美味しいです。スープのベースは何になるんですか？塩と胡椒、あと自家製調味料いろいろ入ってて、
ダシとか全部自家製の油の中に入ってますので。1日どんぐらい炊くんですか？1日だいたい10キロ取る1日。1日半でマックが入るか、マック半とか。これ何肉？炒め料理に使う肉、薄い肉。自家製ソースまだ豚のバラです。はい。そう、私は近く
めて使いますので。母もお到着しました。どうぞ。はい、4番さん、鶏マヨ丼大盛りと焼き餃子です。はい。
いいですか？汁あるんで気をつけてください。よろしいでしょうか。番様、五目東京マリとか焼き餃子。お米の。すみません。
ちゃん程度はいここに結構ある見てみますよね。次はタレを盛り。はい、シェフ。エビチリ丼です。お待たせいたしました。ありがとうございました。こ
お味どうですか？めちゃめちゃしびれる。辛くて美味しいです。倉木さんの魅力的なところとか好きなところってありますか？大将がもともとホテルでやられてたんで、ちゃんとした中華料理の味を食べれるのと、それを安くリーズナブルに食べれるところですかね。どうぞ、こんにちは。エビチリや。餃子を1、2枚お願いします。生ラーメンです。7番さんですね。ふーちゃん、これが一番美味しいよ。もう来られてもう長いんですか？開業途中かおすすめのメニューとかありますか？な。私はマーラー刀削麺。味の感想だけいただいていいですか？唯一無二のここでしか食べれない。
唐辛子をのけて食べるんですけど、とても美味しい。麻婆飯単品。一番からチャーハンのそれだけ出したね。醤油ラーメンチャーハン定番なのホイコーハンエビチリ丼1、餃子1。はい。担々豆腐ね。担々豆腐ね。
マの。間違えたな。本当は守ってです。今が間違えた。あ、ほんで。美味しいです。マスターがいい人やでさ、最高にうまいよ。ありがとうございます。餃子が美味しいところ。これで美味しいですよね。ほらごめんね。あっちや。ほらラーメンあれ。中華大好きな。でもすぐ味が出ないじゃない。餃子でも唐揚げでもそうや。作った日は味が出ないから、うちは1日置いて出すわけ。だからもう餃子が売り切れたらその時点で終わり。まあ先代からのこだわりやね。1日おかんと味が染み込まない。混ぜたすぐは混ざっとるけど、タレと肉と野菜とそれが混ぜるけども、混ざるだけで味が染み込まないじゃない。だから1日おかない。自分で起こしたん。お互いに情報交換していくんで。はいです。大衆ですから、スーパードライを3ケース。なんていうの、
失敗しそうよ明日餃子をあんこを作らないといけない。これをさまた潰すんやわ、
本以上でお揃いですか？昔からよく来られるんですか？週に2回ぐらいかな。長崎には5、6年か。何かいいところありますか？マスターがいい人やでさ。お味の方どうですか？最高にうまいよ。ラーメン大盛りですね。失礼いたします。チャーハン失礼いたします。餃子のお客様、餃子失礼いたします。餃子1、ラーメン餃子。
中華大好きな結構昔から通われてるんですか？ここの大将とね、うちよ近くなんですよ。してるもんです。ありがとうございます。ありがとうございます。
ていってありがとうございます。ラーメン餃子。ラーメン餃子。はい。ラーメンです。ほらラーメンおねありがとうございます。餃子お待たせしました。満州さんはよく来られるんですか？ちっちゃい頃に住んでて久しぶりに食べたくて、チャーハンも餃子も好きで、天津飯も好きやし、中華飯も。満州さんのいいところってあります？何か昔から変わらない味。変わってないですね。スープも本当昔なんで。40年ぐらい。40年ぐらい。思い出の味だったんですね。そうですね。美味しいです。ありがとう。
満州さんのいいところとかってありますか？餃子が美味しいと。僕マッサージ屋さんしてて、この辺のお客さん多いんですよ。でよくお話聞くんで。餃子って他と違うんですか、満州さん？これで美味しいですよね。ありがとうございます。ハルピンラーメンは何が入ってるんですか？ミンチと赤の爪とニンニクと豆板醤。この豆板醤で辛さが調整できる。当時からあるんですかね？いやいや、それはもう僕らが考え出して。あとまんじゅうラーメン、スープの少ないラーメン。小田倉では多分スープの少ないまんじゅうラーメンは物足りやんっていうんです。おじさんが食べませんよ。これもね、最初は辛くないけど後からね来るよ。ピリピリピリっと。笑ってる笑ってる。
挟んでる。